こんにちは、つんです。最近新しいフライパンを購入したんですけど、これがめちゃめちゃ良かったのでご紹介したいと思います。なんとこれ、コーティングがないのに全然くっつかなかったんです。もうこんなの待ってたっていう感じでちょっと感動しました。どうしてくっつかないのかってことも含めて、実際に使ってみた感想や私が個人的に残念だなと思ったポイントも正直にレビューするので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい、ということで今回購入したのはコレールのデュラナのフライパン。2024年9月に発売された新しいフライパンです。インスタでもねちらほら見かけたので気になってる方もいるんじゃないかと思うんですけど、2025年1月、つい最近ですねに新たに2サイズが増えて、現在は全5種類が展開されています。ところでお宅ではどんなフライパンをお使いですか？フライパンって大きく分けてコーティングありかなしかの2種類ですよね。コーティング系のフライパンは焦げつかないし、お手入れも簡単で便利だけど、コーティングは遅かれ早かれ剥がれるっていうのがデメリット。私の場合はダメになるたびに次はどうしようかなって毎回悩んでいるし、ダメになるたびに買い替えるっていう無限ループがちょっと面倒になってきてしまったので、今はダメになったものからコーティングなしに切り替えているところです。一方、コーティングのないフライパンっていうのはそもそもコーティングが剥がれる心配がないので、長く使えるっていうのが最大のメリットですよね。一般的に多く使われているのは鉄かステンレスだと思うんですけど、上手に使いこなすためにはどちらもちょっとしたコツやお手入れが必要で、買ってはみたものの焦げつくとか使いにくいっていう感じで挫折してしまうケースも少なくない気がしています。いつも見てくださっている方はご存知かと思いますが、私もコーティング系から切り替えた当初はコツをつかむまで何度も失敗しました。とはいえコツさえつかめればチャーハンを作ってもこの通り、餃子もパリッと美味しく焼けるし、焦げつくこともほぼなくなって快適に使えているので、買い替えてよかったと思っています。余談ですが、私が買った鉄フライパンは岩鉄鉄器さんのダグタイルパン。錆びにくいから自然乾燥が OK で、使った後油を塗らずにしまえるので、従来の鉄のフライパンよりもお手入れが楽なところが気に入っています。ちなみにステンレスフライパンはジオプロダクト。どちらも過去の動画でレビューや裏技なんかもご紹介しているので、気になる方は概要欄からご覧ください。あと、鉄とステンレスのデメリットといえば、コーティング系よりも時間がかかること。鉄はうっすら煙が立つまで、ステンレスは水を入れた時にキンっていう音とともに水滴が転がるまでしっかり予熱をしないと焦げつく原因になるんですよね。以前のレビュー動画には、そんなに待ってられないのでやっぱりコーティング系フライパンを使いますなんていうコメントもあったので、1分1秒でも時短で調理したいっていう方は購入を躊躇するのもわかります。はい、ということで、つまりコーティングありはくっつかないけど寿命が短い。逆にコーティングなしは長く使えるんだけど、使い方を間違えると焦げつきやすい。今まではどちらかのデメリットを受け入れるしかありませんでした。フッ素加工のような使い勝手で一生使えるようなフライパンがあればいいのになっていうのは、誰しも一度は思ったことがあるんじゃないでしょうかね。はい、ということでちょっと前置きが長くなりましたが、そんな願いを叶えてくれそうな画期的なフライパンが今回のこのコレールのデュラナのフライパン。コーティングがないのにくっつかないっていうんで、もうこれは使ってみるしかないと思って購入しました。外側と取っ手はステンレスで、中間層はアルミニウムを挟んでいて、表面は内面のステンレスにチタン、セラミック、ジルコニウムの粉末をレーザーで融合させた全く新しい金属層なんだとか。さらに表面はロータス効果を応用していて、わずかにザラザラしています。ロータス効果っていうのはハスの葉が水滴を弾く効果のことで、これと同等の効果を金属加工することで目に見えない微細な凹凸を作り出し、物理的にこびりつくのを防ぐんだそうです。とにかく全て金属でできているので PFAS、いわゆるフッ素化合物は一切不使用。
当然 PFOA やポリテトラフルオロエチレン、言いにくいもフリーで、主にセラミックフライパンに使用されるシリコーンオイルも不使用。その他、鉛やカドミウムなど人体や環境に影響があるとされている化学物質は一切使用していないと書いてありました。なんだか今のところいいことしかないですよね。嬉しいポイントっていうのはまだまだあるんですけど、とりあえず使いながらご紹介していきたいと思います。はい、まずは洗います。サイトには食洗機 OK と書いてあったんですけど、取説には食洗機によっては劣化の原因になるので手洗いが推奨と書いてあって、どんな食洗機が NG なのかなと思って問い合わせたところ、入れ方によってぶつかり合わないようにだけお気をつけいただきましたら問題ございませんということでした。そして使い始める前に一手間が必要でした。適量の油を入れて内側全体に均等に塗り広げたら、煙が出るまで弱火で加熱します。取説には3分以上って書いてありました。いわゆるシーズニングですよね。煙が出たら火を止めて自然に冷ましてから、もう一度食器用洗剤で洗って拭けば準備は完了です。ただ一般的にシーズニングっていうのは油をコーティングする作業だと思っていたので、塗った油を洗剤で洗っちゃっていいのって不思議に思ったんですけど、コレールのフライパンの場合は油うんぬんっていうよりも小さな汚れの蓄積がくっつく原因になるらしいので、とにかくよく洗うことが大事みたいです。だからこのシーズニングの作業も汚れ落としという意味でたまにはやった方がいいみたいですね。はい、準備が整ったので使ってみます。過去コーティングのないフライパンだと必ず一度は焦げついていたチャーハンにチャレンジします。少量の油でもくっつかないらしいので、あえて油は少し小さじ1杯程度にしてみました。フライパンの温度も特に気にせず、コーティング系のフライパンと同じように使ってみます。ちなみにガス、IH、オーブンでも使うことができます。フッ素加工樹脂のフライパンでは NG な強火調理も OK。金属ヘラや金たわしも使えるし、熱々のまま水にジャッとつけても問題ないそうです。はい、そう言ってる間にどんどん調理を進めていますが、この日の具材は豚肉と長ネギとキムチとちくわを入れました。で、今のところ全くくっついていません。で、ご飯はあらかじめ卵を絡めてから入れています。はい、そして調味料を入れて炒め続けていますが、どうですかこのスルスル加減。最初から最後までくっつくことなく作ることができました。調理後のフライパンもこんな感じで、まるで使っていないかのような綺麗さです。これ本当にコーティングなしとちょっと疑ってしまうぐらい驚きました。はい、お次は私的に失敗率ナンバー2の餃子にもトライします。今回も油はほんのちょっと。この餃子はね、水ありでもなしでも焼けるタイプなんですけど、水を入れた方が難易度が上がると思うので、今回はあえて水を入れて焼いてみます。と思ったら蓋が合わなかった。一番大きい28センチを買ったんですけど、うちには合う蓋がありませんでした。しかもホイルもね、1枚じゃ足りなかったので、これは大至急蓋を買わなくちゃいけませんね。はい、そして焼き上がりはというと、全然くっついてませんでした。焼き色もいい感じです。購入前に見た口コミでは、普通にくっつきますとかね、フッ素加工樹脂と変わらないっていうのはちょっと言い過ぎなんじゃないかっておっしゃってる方も一部いらしたので、正直私もここまで期待はしていなかったんですけど、使ってみた感じはね、本当にコーティング系フライパンとほぼ変わらない印象です。あと熱伝導性も高いかなっていうふうに思いましたね。一つ一つ焼き色をチェックしていたらあっという間に焼き色が濃くなってしまいましたが、ストレスフリーで綺麗に焼くことができました。焼いた後のフライパンもこんな感じで綺麗です。少量の油で OK ってことなので、完全ノンオイルっていうのは多分推奨されていないんだと思うんですけど、ここまでくっつかないならいける気がしたので、ハムエッグをノンオイルで焼いてみようと思います。それにしても鉄もステンレスもね、やっぱ基本的にはちゃんと油を使わないと失敗しやすいっていう傾向にあったので、
私の認識が正しければ、コーティングなしのフライパンで油少なくて OK っていうのは今までなかったと思うんですよね。これは本当にフライパン革命って言っていいんじゃないですかね。で、私は体調の関係で油を少し控えているので、コーティングがなくて長く使えて、さらに油が少なくていいなんていうのは本当めちゃめちゃ助かります。はい、そう言ってる間にハムエッグが完成しました。フライパンには少し焦げがついていますが、シリコンのヘラで軽くこすれば、ほぼ取れるぐらいのレベルでした。はい、そんな感じで、いいことずくめなコレールのフライパンですが、私的に残念だなと思ったのは、持ち手が熱くなること。そういえば今回撮影してきた料理では素手で持てないほど熱くはならなかったんですけど、うっかりしてしまいそうなので気をつけなきゃなと思っています。あと、この持ち手の中が空洞なこと。洗った後にね、乾きにくい気がするんですよね。オール金属でオーブンも使えるし、重さを考慮しての使用かなと思うので、致し方ない点ではあります。ちなみに重さを測ってみたところ、28センチで 1225g でした。ティファールの28センチが 1111g なので、気持ち重いかなって感じです。一つ注意が必要なのはサイズが少し大きめです。私が持っているティファールもコレールも表記は28センチなんですけど、比べてみるとコレールの方がちょっと大きかったんですよね。ティファールは外寸が28センチなのに対して、コレールの方は内寸表示なのか、外寸を測ってみたら 29.5 センチぐらいありました。収納などを考えるときはご注意ください。はい、そしてお値段はサイズによって9900円から14,300円。ややお高めではありますが、10年保証、半永久的にくっつかないなんてコピーもサイトに記載されていたので、鉄やステンレスのように一生使える可能性もありますよね。で、PFAS 不使用で人気のあるセラミックコーティングも確か似たような価格帯だったと思うので、こちらはコーティングの寿命により数年で買い替えるっていうことを考えると、コレールのフライパンはコスパ的に決して悪くないんじゃないかなと思います。そしてやっぱり人気みたいで、今日サイトを見たら品切れになっているサイズもありました。多分再入荷はすると思うんですけど、概要欄に URL を記載しておくので、気になる方は早めにチェックしてみてください。はい、以上、コレールフライパンのレビューでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、グッドボタンやチャンネル登録をいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。